ユナイテッドペンギンキングダム。新たに島を購入し子ペンギンのためにお勉強特区を建設した我らのペンギン。今年は15年目の節目の年、王を目指して一挙下克上だー。ただいまの評判は4800程度。王を狙うなら7000くらいは欲しいところだぜ。今年はがっつり探索やペンギンを繰り出して、一時的評価ポイントを稼ぐであります。今の一時的評価ポイントは2600、これをどこまで伸ばせるかが鍵になるぜ。公共ポイントを上げる墓地スパムも継続、今年はやれることは全力でやるどう。墓地による恐怖政治。年末に放った探索者が機関士100ほど評判アップ。ナイトクラブの建物も解除された。ちょいお高いけど800ゴールド払って、中央の新しい島を購入。評判160ゲット。そして優雅に空からトレーダーさんが到着。今回は初めての買い物をお試し。住民の幸福度を上げるため一番お高いシーフードミックスを購入。工業特化型の都市にして、食料は全て購入とかもやろうと思えばできるかもな。それはそれで購入した食料の分配に気を使うかな。さて新しく買った島に、墓地？一箇所建てるのに石40使うから、そろそろ石の在庫がなくなるぞ。帰ってきた探索者よ、そよ風村を往復するのだー。そよ風村、近くなので所要時間が短く、教育が 75% 超えてると評判ボーナスがつく便利な村。ここを往復するだけで数百稼げるよ。探索結果、83の評価と、ボーナスで85の評価を受け取りました。送り出し用に使えるペンギンもゲットでこらこら。スープのおかげで年間目標の幸福 53% を達成。でも教育の 91% が高すぎできつい。とりあえずお勉強できない子は空中流刑です。なんだよその刑罰怖すぎだろ。嘘よそに派遣社員に出してるだけだよ。達者でな、立派に働いて当社の評判上げてくれ。空に散った同胞に哀悼の意を。知ってねえよ。てかいつの間にか神社完成してたのな。監査じゃあ、お勉強できない奴は懲戒免職、教育が100ない奴らは全員図書館送りだー。このペンギン、教育が100ないと働けないレベルの超高学歴主義国家である。こちらのハリル君に至っては、年のコートタービン重ね掛けで生産性187にまでなってるよ。ハリル単品で 100% 超えてるし天才ペンギンだな。アザラシが来たぞー。皮を剥いでゴールドにしちまえ。お金を貯めて評価を上げるのだ。もちのろんでシャチも討伐。強いシャチだったのか評価560もゲットだぜ。さて忘れず探索者往復も継続。現在7月半ば、評判の合計は6000に到達。王はだいたい7000くらいのイメージ。頑張ってあと1000ひねり出すぞー。教育で評判を上げるラストスパート、図書館を増地行く。9羽のペンギンが日夜自己研鑽に励む。ぼちー。墓地スパム。季節は8月になりペンギン VIP サイトでコミケ開催。即売会で評判300上昇だ。そしてここまでの頑張りにより評判はついに6500に突入。目標にしてる7000まであとちょっとだぜ。シャチだー。HP2000 ぐらいか？なかなかの猛者っぽいから倒せば評判高そうだな。地味にシャチ被害うざいので、ここは金属製相当に建て替えとこっと。ちなみに討伐報酬は評判400でした。やや高し。墓地スパムも順調に進み、ただいま15カ所建設完了。これは評判上がってそうだな。悪評かもしれんが。ちゃんと1カ所中で大人子供で2倍になるから、これだけで300くらい向上的に評判アップに成功。そして季節は12月、ペンギンたちよ最後の総仕上げだ。ハドルアップ。全員集合。さあ魂の雄たけびを上げろー。下克上で元王を引きずり下ろすぞー。それでは全軍出撃だ。隊列を組み王城に乗り込めー。こうしてペンギンたちは元王を討伐すべく出撃するのであった。全軍突撃ー。すべてを蹂躙だってこれそういうゲームじゃねえよ。てっへー。はいみんなはけて職場戻ってください。こうして1年ペンギン一丸となって評判を上げまくった結果。おめでとうございます。集落レベルが王になりました。よっしゃー。ペンギン王に、私なった。苦節15年、念願のペンギン王達成だぜ。スコアも堂々の7000オーバー。てか首位だった奴が没落してて1500近くの大差で勝利。墓地スパムやペンギンの派遣しなくても十分王になれてた説。今更だな。年間目標の教育 91% は結局失敗。大人はほぼ 100% になっててこれだから、多分コペンギンの学力が足りぬのかと。それ多分どうにもならねえやつだ。今年の評判の上昇は驚異の2100。
そしてたくさんのペンギンが空に飛んでいったので、大人ペンギンの数は10は減少。評判余裕だったからゴールドにすりゃよかった。この下道目。それでは16年目、新生ペンギン王、都市開発、頑張るどうおー。まずは評判が高いうちに探索マップを開放。没落した時にやっときゃよかったってなりそうだから、今のうちにやっとかんとな。プロビンスになった時やっときゃよかったってなった研究のアンロックももちろん準備済み。溜め込んだ科学ポイント73000、絶対そんなに必要ねえよ。開放できるの全部アンロックしたった。5万ぐらい無駄にポイント余った。あとはバッジが必要なのだから、これらの解除も目指してやってきましょ。余った科学ポイント、サイエンスステーションで売却じゃあ。もっと早く売却して国庫に保管しときゃそれだけで評判稼げてたけん。黙らっしゃい。トレードセンターを購入モードにし、資源を買って一気に都市を建設だと考えてたんだけど気が変わって島購入。うわこの島2500ゴールドかよ。国庫が消し飛ぶぞ。はっはっは、だが科学ポイントは3万余っとる。ペンギンの科学は世界一いい。科学マネーでさらに島購入。2000ゴールドです。さっきの島と合わせて4500、大盤振る舞いだぜ。さてまだ開放できてない施設のためにバッジを開放しようと思ったが無理ゲーなけん。ペンギン100羽くらいしかいねえのに、来場者500羽はきついな。地道に島を開発してペンギンの数を増やさないと、この先のバッジの開放は難しそうな予感。だな。では新たに開放された建物の確認、ランプを破壊してペンギンの像に建て替え。ペンギンの像、周囲の家の幸福度が4上がる。サイズは 3×1 だから鳥の像の完全上位互換。まずは防衛用の標砲塔を建設して、からのゴールドコレクター。ゴールドコレクターは海から金を抽出する。おお、海から直接ゴールドを手に入れる時代が来たこれは完成が楽しみ。縦型風力タービンも設置。ほうほうこの施設もエネルギー重ねがけいけるのか、ゴールド高速掘りができるかもしれん。タスクが来たのでフェスティバルアリーナの建設に着手。毎年お呼ばれしてたフェスティバル、ついに開催地になる時が来た。トレーダーさんから資源買おうと思ったけどもうお金が。科学ポイント埋蔵金は島2つ買ってほぼ消えちゃった。てへ。無計画にも程が過ぎる。まあ金属を全力で買ってゴールドコレクター稼働させればなんとかなるって。本当か？多分、適当だな。無事資源の確保もできてフェスティバルアリーナが完成。祭りは8月、開催が待ち遠しいぜ。王者の証、ゴールドコレクター、稼働開始。さあダリンを回せゴールドを抽出し我が王国の通貨を発行するのだ金貨を無限に生み出す施設、これで安泰だ。ってちょっと待てこれ1回で8ゴールドか？知識100のペンギンでこの速度は。やばいこりゃ意外と稼げないかも。残りゴールド145。お次はキングダムセンターのタスクが来たのでこちらの建設に着手。建設費150ゴールド、アザラシで稼いだ資金も使い込み資金はほぼゼロ。適当にやってた探索で、ツインソーラーパネルの建物解除に成功。これエネルギーバッジ解放のネックになってたやつだ。ではバッジ解放のためツインソーラーパネル建設と、墓地の隙間のデッドスペース。ゴールドコレクターが思いのほか稼げず、南の島の開発を開始。ゴールドコレクターさんにはほんとがっかりだぜ。トリマスープ作れる施設も開放はできてるし、ここで魚とイカ取って生産体制を整えるよ。過剰在庫出たら売る作戦。これからは大量生産の時代になりそうだし、倉庫は大型のを2カ所建てましょ。1カ所で2500貯蔵可能、2カ所もあればいっぱいになることはなさそうだぜ。もちろん防衛体制もバッチリ。鉄節約のため表層塔を採用。石の在庫がなくて開発が止まってる。墓地解体しちゃう？こらこら。じゃまったり石掘り終わるの待ちましょ。だな。そういえば王になってから画面右に項目増えてるけどこれなんだろ。ペンギン連合の王国は7月に年間支援金を払う。お小遣い、ちょうだい。今240ゴールドしかないよ。今まで支援金もらう立場だったが、王になると渡さないといけないのか。そんなこと言われても内緒では触れないし、もういっそ1ゴールドも支払わない方向で。20ヶ月評判が2560に下がるがよろしいか？ 20 ヶ月かよ、長えよ。お金ないんでっしゅ。これで勘弁してください。新人ペンギン王は、涙目でポッケから200円を差し出した。結果ペナルティ2462。王の責務を放棄した罪は重い。評判が3300まで下落。プロビンス最下位が4100だ。このままじゃ王どころか都市に2段階格下げだぞ。こりゃまずいかも。
完成したツインソーラーパネルを眺めながら考え中。ただの現実逃避である。祭りの時間です。そうそう今年は我らが開催国、嫌なことは忘れてパーッと楽しみましょ。ってこれ祭りの食べ物とか用意するんかーい。過剰在庫になっていたものを差し出して、なんとか評判が350アップした。色々と不手際はあったものの、よそのペンギンが集まってくれるのは嬉しい。ちょっとした達成感あるぜ。自国開催だとカメラアングル変更できるから、近くでペンギンのダンスの様子が見れるよ。ひしめき合うペンギンが愛らしい。自分の国の国旗が中央にあるのも王者って感じでいいよね。まあ年内に引きずり下ろされるけどな。それは言わないで。さて泣き言言っても仕方ないので、南の島の開発再開、クックハウスを建てましょ。クックハウスは魚とイカを混ぜ、シーフードを製造する。中央に建てようと思ったがサイズが合わない、倉庫建て直しじゃあ。乱心する建てたばかりの倉庫を破壊。そうだ製造者たちの家も用意しとかないと。隣の島から通いでもいいけど、橋はクーラーないし通勤も近い方がいいよな。倉庫ぶっ壊したけど結局クックハウスは、中央じゃなく左右に建てることにしました。気まぐれで壊された倉庫ほぼ意味なし。探索でアンロックされたので、ロッキングホースをお勉強特区に建設。ロッキングホース、子供のペンギンが遊ぶことで幸福度が3上がる。アザラシおもちゃの上位互換。さて12月だしハドルアップしよっかな。ってできない？ペンギンの居場所が足りない、より大きなハドルセンターを建てよう。まさかの収容数不足発生。仕方ないので新たにキングハドルセンターの建設を開始。こや年内の完成は無理だ。今年のハドルアップは中止でーす。残念ながら集落レベルは都市まで下がりました。終わった。王様2段階降格。では最後のハドルアップ成功してたらプロビンスだったのにと悔しみながら今回はここまで。王様速攻下克上されて腐っと思ったら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。無駄に島買って散財し、王の責務を放棄し、速攻王座を退くことになったペンギンたち。果たして王座を取り戻すことができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。